それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周囲の方々が感じるあなたの素敵な魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。今回はたくさんのオラクルカードを使いますので、あらかじめ引いています。ここに出ているのが、周りの方々が感じるあなたの魅力、今伝えたいこと、そしてこちらに出ているのが、より開花していくためのアドバイスとして出しています。オラクルカードの他にタロットカード、そしてルノルマンカードを使いながら見ていきます。ではよろしくお願いします。まずこちらの出しているオラクルカード見ていきましょう。周りの方々が感じる魅力です。はい、見ていきましょう。身体的、精神的、社会的に満たされた状態。そして蝶々のカード。はい、デバインフェミニン。クリエイティビティ出てきています。ここから感じるのは、あなたが落ち着いていて穏やかだということと、プラス元気がある、両方持ち合わせているというのを感じます。そして幸運の持ち主っていうのも出てくるんですよね。周りの方々から見ると、あなたは幸運に恵まれているとか、あなたがいると幸せなことが一緒に舞い込んでくるような、そんな魅力が感じるっていうことが出てきています。そして蝶々は美しく変容するという生き物なので、あなたは美しいっていうのがまず入ってきますね。そして満たされるっていうカードも出ているので、あなたがエネルギーに包まれていて、幸せのオーラをまとっていて、それをみんなに分け与えていくような、あなたからお裾分けをいただいているような、そんなお気持ちになっている方々多いんじゃないかなと見ています。そして一緒にいると満たされるだけではなくて、信頼関係を安心して育んでいけるとか、あとクリエイトのカードも入っていますね。趣味を持っている方いらっしゃるのではないかと思いました。このように絵を描くだけではなくて、楽器を奏でるとか、詩を書くとか、読書する、そうですね、映画鑑賞とか、あなたの趣味っていうのが強く入ってきているので、周りの方々から見て趣味の域を超えた、もうそれを手に職つけているとか、周りの方々から見ても、あなたといえばこれだよねっていうものを持ってるんじゃないかなとも思います。そして感性が豊かっていうことですよね。クリエイトのカードが入ってるということは、自分の手で何かを生み出すアイディアや力、能力を持っているっていうことです。そして女性性のカードも出てきています。見ている方の性別問わず、あなたが感性が豊かで感受性がある、そして育んでいく力も持っているっていうことですね。これが言われています。そして蝶々のカードは美しいだけではなくて、復活、再生というワードも入ってきています。あなたが直感を使って物事を生み出すだけではなく、再生させる力を持っている、元気を与えてもらえるとか、あなたと一緒にいると落ち込んだ気持ちが楽になるとか、そのようなエネルギーを発していらっしゃるのかなというふうに感じました。これが周りの方々から見たあなたの魅力です。はい、元気、明るいだけではなくて、
落ち着いているとか感性が豊かっていうのも入ってきます。美しい人っていうのもね入ってきていますね。では、これからタロットカードを使って展開していきます。まずカードをこちらに寄せさせていただいて、ではこちらのタロットカード、そしてルノルマンカードを使いながら見ていきます。これからの流れ見ていきましょう。これからの流れ、そして周りとよりうまく付き合っていくためにどういうことをしていけばいいのかな、そしてさらにより深い魅力開花へ向けてどんなことをすればいいのか、このような流れで見ていきます。まず今のあなたの、テーマになるようなものを1枚もらっていきます。はい、こちらのカードですね。そしてあとはタロットカードで見ていきます。まずこのカードが、25番指輪のカードです。はい、指輪というと、そのお仕事で言えば契約、そして人間関係で言えば約束を守るとか約束をするとかですね。あと何かを申し込む、交際を申し込む、恋愛関係であればそうですね、プロポーズをするとか告白をする、そのようなワードが入ってきます。あとはとても大切だからこそってことですよね。このようなワードが今のあなたのテーマとして入ってますね。あなたにとっても大切な存在がいるとか、自分にとって大事だと思える何かが心の中に眠っていたりするのではないかなと見ています。ではもう早速もらっていきましょう。はい、ソードの8とワンドの2番です。そしてペンタクル9、はい、ワンドの9、そしてワンドのエース、はい、でマジシャンのカード、最後に1枚もらっていきます。はい、助教皇のカードですね。はい、いいですね。あなたらしさがそのまま発揮されていくような流れになっていきます。近未来の流れどうなっていくのかなっていうことで見ていっています。これから周りとの付き合いとか、あなたのこの生き方の流れというか、こういうところを見ていくと、今まで停滞していたものが動き出すような流れになっていきます。動き出すことで結果をつかめるとか、あなたの魅力がより開花する、そのようなもの、そうですね。あとは人からより愛されるような近未来の流れっていうのが出てきています。溜め込んでいるとか我慢しているようなことがあるのではないでしょうか。過去少し前とか幼い頃かもしれないし、その時からずっと抱えている痛みとか自分を制限していたものとかっていうのが感じられます。それらを解放していくと、より豊かなものへつながっていきます。今あなたを苦しめているものというか、自分自身で動けなくしている原因っていうのはどこにあるのでしょうか。本来の魅力は、あなたは満たされたエネルギーを持っている方です。そして自分自身がより美しくなるために羽ばたいていける人なんですよね。でも自分自身でどこかに制限をかけているのではないでしょうか。そのように出てきています。周りから求められているものっていうのはあなたの意欲なんですね。もっと自分自身を打ち出してほしいとか、あなたの本心を見せてほしいとか、そのようなことが周りから今求められているんですが、それが逆にプレッシャーに感じているっていうのが出てきています。あなたとしてはどうだろうか、自分で周りの期待に応えていけるかなとか、今は恋愛対象ではなくて周囲の方だから、その中に恋愛対象の方ももちろん含まれていますし、仕事のお付き合いの方とかご家族の方とか、全て周囲の方々として含まれていますので、誰かの期待に応えなきゃいけないとか、会社の期待、好きな人からの期待とかね、何かに応えなきゃいけないっていうことで、自分自身にその実力が備わっているのかどうかっていうところを
今自分の中で疑問に感じていたりとかするのかなと思いました。確実な何かをお約束するためにも、自分に今その実力が備わっているんだろうかとかね、自分に自信が持てるだろうかとか、そのようなことが今あなたをそうですね、動けなくさせてしまっている要因なのではないかっていうところが出てきています。でもこれから先、自分自身の直感を信じてください。自分の信じる方向へ向かっていくと、よりあなたの魅力が開花していきます。より豊かな流れを引き寄せることができます。あなたの今信じているもの、信じているお気持ち、信じている人はどなたでしょうか。今一度確認してみてください。あなたが今自分の中で足りないと思っているものがどこにあるのかっていうところを見てください。先のことを不安に思わず、自分のことを足りないとか、周りの期待に応えられないとか、そのように不安に思うだけじゃなくて、それから乗り越えてチャレンジする気持ちに切り替えていきましょう。どうしたらそういう風になっていけるかなっていうところも見ていきますね。才能はすごくあるんです。実力もある。だからこそ周りがあなたに期待する。時にはそれがプレッシャーに感じることもありますよね。周りとよりうまく付き合っていくためにということで、カードを1枚出していく。そしてあなたを制限しているものは多分、周りからの圧だったりとか、自分がもっとね頑張んなきゃって自分自身で思っていたりとかするところにあるんじゃないかなと思います。まだまだ自分の実力こんなものじゃないから、もっともっとっていうことでね、で周りとうまく付き合っていくためにっていうカードで、淑女、あなた自身を表すカードが出てきました。あなたのそうですね、やはりあなたの感性や直感、ひらめきっていうのを大切にしていきましょうっていうアドバイスが入っています。自分軸で構いません。もっとね、自分の欲を打ち出していってもいいし、ここまでしか見せたくない、これは言いたくないっていうことはきっちりと守ってもいい。すべて出していかなくてもいいんです。あなたのさじ加減で周りと付き合っていきましょう。自分の直感を信じてっていう風に出てきています。ではこちら肯定アドバイスともう1枚カード出していきます。より魅力を開花させていくためのアドバイス、他にもルノルマンから1枚もらっていきましょう。一度これはしまいますね。全体的な流れとして、これから何かを達成するとか、愛される喜びを実感できるとか、そういうことが近未来訪れていきます。それはあなたが望むからだよっていうのが出てきてるんですよね。もうこれ以上自分を制限しなくていいんだとか、そういうことを感じるっていうのが入ってきています。そしてより高みを目指していこうっていう気持ちになるとかね、周りから感化されることもあると思います。やろうと思ったらできるんです。やっていないだけできないんじゃなくて、やっていないだけなんです。やるっていうふうに決断したら、あとは早いと思いますよ。はい、では遅くなりました。いただいていきましょう。木のカード、そしてコミュニケーションを表す鳥のカードですね。この2枚です。まずは心身のバランスっていうところを一度チェックしてみてください。ツリーのカードは健康状態を表しています。今あなたの健康状態どうでしょうか。気になるところがあればチェックしてください。ケアしていきましょうっていうことと、あとは周りとの信頼関係っていうことですね。コミュニケーションのカードが一緒に出てきています。周りとのつながりやコミュニケーションっていうのを大切に、あと意識していきましょう。そしてこちらですね、あらかじめ出しているオラクルカードからのアドバイスカードもらっていきましょう。よりあなたの魅力を開花していくためにどんなことが必要なのかもらっていきます。優しさのカード、こちらはラッキーカラーとしてお受け取りください。レッドパープル、赤紫です。この色がラッキーカラー。ボルドーとかワイン色のような色ですね。そしてインスピレーション、カインドネスのカードが入ってきています。
こちらからそうですね、自分自身に優しくしてねっていうのが入ってるんです。自分のハートをいたわる、心をいたわる、ぎゅっと優しく抱きしめてください。そして周りとのつながりから得られるものっていうのを探しましょう。周りに心を開いていくことっていうのも大切だし、自分自身に優しくすることっていうのもすごく大切。今一番必要なことはここかなと思います。自分の心のケア、自分に厳しくしすぎない、厳しくジャッジしない、できないっていうふうに決めつけるのではなくて、新しい可能性の方に目を向けていきましょう。そしてひらめきを大切にしてください。自分の望みっていうものをしっかりと見据えて、あとはそれに向かって進んでいくんだっていう気持ちにシフトチェンジしていきましょう。しっかりと目標を定めていきましょうっていうことです。そしてこの赤紫というのは活発でいて慎重でもある。赤と青どちらの色も併せ持つ色なんです。赤は生命力を表す活発さ、そして青は冷静、慎重に物事を考える冷静なエネルギーを持っています。その両方を持ってあなたなんだよっていうことを再度認識してください。元気、穏やか、その両方をあなたは持っている。エネルギッシュでパワフル、美しさもある。でもその反面であなたは何かを育む力を持っていたりとか、元気のない人に元気を分け与えたり、落ち着いていてじっくりと対応していく。そして幸運の持ち主だっていうことも忘れずにいてください。自分は幸運に恵まれている、強運に恵まれているっていうふうに思っていると、おのずと自信が出てくると思います。どっちかじゃなきゃダメっていうわけじゃないんです。どっちもあっていいんだよっていうことをこのカードは言いたいのかなというふうに感じました。そしてここはボディケアっていうのが具体的に入ってきています。お肌の保湿をしっかりと行うこと、そしてダンスをする、体を動かすっていうことですね。できればリズムに乗ってダンスをするのがおすすめ。いやダンス苦手なんですっていう方は、足踏みをするとか散歩をするとか階段を上るとか体を動かすっていうことをやってみてください。でそして交通ルールを守りながら、もし可能であれば音楽を聴きながらリズムに乗って歩くっていうのもいいと思います。はい、ぜひこのあたりを参考にしてください。そうするとより魅力が開花されて豊かな人生っていうのが引き寄せられます。ペンタクル9が入っています。あなたが努力したからこそつかめる結果、達成した思い、これらを十分に味わってください。これが近未来に訪れます。はい、ということでこちらのアドバイスカードもいただいていきました。自分を信じてね、いきましょう。そして自分に優しく、周りとのコミュニケーションも活かしていきましょう。では、お選びいただいたオラクルカードからのメッセージをもらっていきます。あなたは今、伴われている。このオラクルカードは植物が描かれています。この1番のカードに描かれている植物はペンタスという植物です。カードのワードは連帯、つながり、グループ、家族です。周りとのつながりやコミュニティということですね。コミュニティ、コミュニケーションっていうところですね。そして具体的なアクションとしては、好きな写真を切り取ってコラージュして楽しんでくださいというメッセージも入っています。またペンタスの花言葉は希望が叶う、誠実、鮮やかな行動という花言葉もあります。自分の希望を叶えてもいいんです。欲張りになってもいいですよ。慎重になりすぎて動けないとか我慢をしているっていう方は、そこから抜け出して自分の望みを叶えていきましょう。そして誠実に周りと接して行動に起こしていきましょう。あなたのお気持ちを今誰かに伝える時です。伝えたい方いらっしゃるのではないでしょうか。その方にあなたの思いを伝えましょう。いや特にいませんっていう方は、周りの方々に感謝の気持ち、行動に起こしてみましょう。言葉にして伝えるとか、体で伝えるっていうこともいいでしょう。ぜひやってみてください。ね、美しい人っていう風に周りの方から魅力としてね、あなたは感じていただいているので、ありがとうっていう風に接してくださいね。はい、とてもいいコミュニケーションが取れると思います。
今回は周囲が感じるあなたの素敵な魅力についてお伝えしていきました。カードからのメッセージ、ぜひお受け取りください。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周囲の方々が感じるあなたの素敵な魅力についてお伝えしていきます。今回はオラクルカードをたくさん使用していきますので、あらかじめオラクルカードは出しています。こちらが周囲の方々が感じるあなたの魅力、そしてこちらがよりもっと魅力を開花していくためにアドバイスということでもらっています。ではよろしくお願いします。早速こちらから周りの方々が感じるあなたの魅力についてもらっていきます。はい、このように4枚のカードで出しています。ここから感じるのは、まず強い個性を持っているっていうことですね。あなたがだけど人一倍警戒心が強いのではないかということです。存在感っていうのが圧倒的に感じますね。そしてあなたの選んだ道は正しいっていうことで、周りの方々がそこを、あなたの長所として見ているようです。あなたが今まで選んできた道は独特だったんだけれども、でも正しい道をあなたは歩んでいる。あなたらしい道をあなたは自分で選んで歩むことができている。迷うことなく自分はこの道を行く。迷うというか、周りに左右されることなく、悩む時もあっても、自分はこういう道を行くんだっていうふうに決めたら、それを進んでいく、突き進んでいくっていうところがすごくかっこいいなとか、凛としていて美しいなっていうふうな印象を周りの方々が感じているみたいです。そしてあなたは周りの人、相手の人の心を見るのが上手です。長所を探すのが得意なんだと思います。周りの人の心を見抜く力を持ってるんじゃないか。洞察力だけではなくて、野生の感というか直感力に冴えているんじゃないかなというふうに感じました。そうですね。そして前向きなようにね、周りの方々は感じてるんですけど、一方で寂しがり屋さんっていう風にも伝わってくるんです。普段明るく振る舞っていて、自分らしさっていうのを大切にしているだけれども、本当は一人で抱え込みすぎているところがあるんじゃないかなとか、一人の時間が好きっていうのも持ち合わせているんですけど、逆にその反面、一人になると不安になっちゃうとか寂しくなっちゃうっていうところもあるんじゃないかっていうふうに周りの人が感じているんです。悩みがありそう、大きな悩みを抱えてきたとか、いろんな困難を乗り越えてきたような生き方をしてるんだろうなっていうことを感じてるんです。ただじゃあどんな悩みなのとか、どういうことを乗り越えてきたのっていうところまでは、あなたはそこまで人にオープンにしていないんじゃないかなっていうのも感じるし、今現在悩んでいることも聞かれなければ言わないとか、自分から相談に乗ってほしいとかっていうことはあまり言わなくて、自分の中で抱え込みすぎているんじゃないかなっていう、そんな周りの目っていうのもあります。そんな風に見えてるよっていうことですね。何か抱えてるんじゃないかって、そうですね、そのように感じます。基本はね、ここに楽観主義っていうのがあるから、あくまでもポジティブにっていうのは入ってるんですけど、でもどことなくね、どこかに何か抱えてるものがあるんじゃないかっていう風に出てきていました。ではこの後ね、見ていきます。この後あなたのこれから先、近未来どうなっていくのかなっていうところをまずタロットで出していきます。そしてルノルマンカードでまず今のあなたのコンディションっていうところで1枚出していきます。嘘を見抜く力を持っていたり、あと相手の長所を見るのも得意なので、外側だけじゃなくて内面を見るのが得意なんだと思います。
外見だけで全てを判断することなく、その人の持っている、相手の持っている味っていうのをしっかりと味わって、この人はこういう人なんだなっていうことを見ることができる人。周りの噂話とかにも左右されずにっていうことがあなたの長所として入っています。そして今のあなたの、状態として道のカードが入っていますね。あとはタロットカードを使って見ていきましょう。ではこちらのカードからもらっていきます。これから先、あなたの近未来どうなっていくのか、周りの方々とどう向き合っていくのか、どう関わっていくのか。今回は恋愛対象の方々ではなくて周りの方々なので、もちろん恋愛対象の方々も含まれますし、会社の方やご家族の方も含まれます。大きく捉えてみてください。ではあなたのこれから先、近未来どうなっていくのか。はい、ラバーズのカード、そしてジャッジメント、はい、カップのエース、節制のカード、カップのナイトですね。はい、そしてソードの7番、1枚もらっていきます。ペンタクルの7番です。はい、これで見ていきましょう。そうですね、あなた自身が今、大きな変化の波に来ています。大きな変化があなたのところに訪れているでしょう。だから道のカードが出てきてるんだと思います。今自分の行く道を決めるとき、選択の時に立っています。どの方向でやっていこうか。そしてそれはあなたの心をときめかせるもの、恋愛かもしれないし、お仕事や取り組んでいること、夢目標かもしれません。あなたの心がワクワクする方へこれから流れていくし、何かが始まるっていうのが出てきています。気持ちが湧き上がってくる、モチベーションが高まるというか、優しさに満ち溢れていくとか、誰かを愛する気持ちや恋する気持ちが芽生えてくるとかね、そのような新しい気持ち、前向きな気持ちになるとか、そのような流れが入ってきています。一度は諦めかけていたことや待ち望んでいた結果っていうのが届きそうな予感がしています。それによって嬉しい気持ちで満たされるとか、そのような流れですね。そして少し前のことを見ていても、振り返ってみてもラバーズが出てるので、みんなでつながっている喜びだったり、恋人かもしれません。ここはお仕事のパートナーや自分の友人や取り組んでいることかもしれない。あなたが何かと一体化して喜びを分かち合っていたり、自分の決めた道は正しかったんだっていうような喜びかもしれません。自分がこうやって感じたこと、すごく噛みしめて味わってきたんだって、このように流れてきて、そして今その変化の時でさらにより良い結果があなたのもとに訪れるとか、自分がこうやって決めて動いてきたから結果が出て、さらに嬉しい気持ちで満たされるとか、そのような流れですね。ラバーズは選択っていう意味もあるので、この道のカードと合わせてみるのであれば、悩んでいたことから抜け出して何かを決意したのではないかっていうふうに読み取ることもできます。それは誰かのためだったのかもしれない。自分の目的を達成するためだったのかもしれない。あなたが決めたことは間違ってなかったんだっていうことを噛みしめる瞬間がやってくるんだと思います。はい、そして周りから求められていることっていうのは、ここですね、カップのナイトなので、これはいわゆるプロポーズカードや告白カードとも言われていて、愛を告げるカードっていうことなんですね。そして、ラバーズとかもカップのエースとかも入ってるので、ときめくようなことがたくさん今共通して入ってるんです。だから恋愛として読み取ることもできますし、あなたが今一番夢中になっていることだと思います。それらのことに対してあなたの方から働きかけが求められています。あなたが今一番心躍ること、出来事は何でしょうか。それに対してあなた自身が
向かっていく姿勢っていうのを求められていますよ。そうするとより良い結果、より良い引き寄せにつながっていきます。自分から動くことですね。恋愛で例えるんだったら、自分からデートのお誘いするとか、連絡先交換しませんかって持ちかけてみるとか、そのような働きかけをしていく、誠実な思い、優しさを持って周りと接していくと、より友好的な関係を築くことができるでしょうっていう並びですね。そして何事も程よくバランスよくねっていう節制のカードも出ていますから、うまく周りと調和を取りながら進めていくことができるでしょう。そうですね、心躍ることだから、夢目標だとしたら、自分の夢を叶えるためにあなたが動き出すことによって周りからの協力も得られるだろうし、あとは自分が課題だと思っていることや周りとの接し方っていうこの距離感っていうところもうまい距離感つかめるようになっていって、より願望を実現化させていくことができる、このような流れになっています。一度諦めかけていたことも、やっぱりあの時あの選択してよかったんだって思えるような流れになっていきます。はい、今自分の中で課題だって感じていることに対しては、程よくね、気を緩めたり、緩めすぎないように気を引き締めたりとか、程よいバランスを保って向き合ってくださいっていうカードが出ています。そして今あなた自身が困難だっていうふうに感じているところがこのカードなんですね。今自分の中で課題とかテーマとして掲げていることです。自分一人で決めて動くか、それとも周りから協力をもらうのかっていう選択なのかなというのも感じます。ここは自分の気持ちだけで動いていいんだろうかとか、あとそうじゃない方が後々にいい結果になって帰ってくるんじゃないかとか、それともこの湧き上がってくる今この気持ちに従って動くべきなのかとか、動くタイミングを見計らっているような、そんなところも感じます。だから道のカードなのかもしれません。どうするのかっていうところですね。そしてこれからのあなたの流れなんですが、自分のお気持ちに従って多分動いていかれるんじゃないかなというふうに読み取りますね。そしてより良いものへしていくために、より良い成果を残すために動いていくっていうのが出てきています。まず関係性の改善見直し、より良いものにしていくために、より良い結果をつかみ取るためにっていう意味のペンタクル7番が最後に入ってきているので、気持ちが整うだけではなくて、形となるものを作り上げていくために、この気持ちを大切にしていきながら、あなたは何かを選んで進んで掴み取っていくような流れになっていくんだと思います。自分の恐怖、不安、悩みから抜け出す選択っていうのが今必要なのかなというふうに見ますね。ではレノルマンカードを使ってもう少し見ていきます。一人になるのが怖いとか、自分の決めたことによって誰かから非難されたらどうしようとか、何か言われたくないなとか、そういうことを感じている方もいるかもしれないですね。だから自分の気持ちにセーブしてますとか、あまり言えませんとか、本当は気持ちがあるのに気持ちがないように振る舞ってしまいますとか、そういう方もいるかもしれない。でも今が変化のチャンスです。今変わるタイミングがやってきています。より良い自分に生まれ変わっていくチャンスです。だからこの機会を逃さないように動いていきましょう。自分の気持ちに従ってっていうのが出てきています。そしてアドバイスカード、レノルマン1枚もらっていきます。クロスのカードですね。悩んでいたことにここで終わりを告げる必要が出てくるんじゃないかな。もう悩まないって決めるとか、優しさがあるから、あなたが優しいから周りの気持ちを読み取る力もあるし、先回りしてこの人は多分こういうことを言ったら喜んでくれるとか、今ここで自分を止めておいた方が周りがうまくいくんじゃないかとか、気遣い屋さんなんですね。なので本当は自分はこっちに進みたいのに周りがこうだから、ここで立ち止まっておいた方がいいのかなとかね、そういう気遣いがすごく見えます。でも今度からは自分の気持ちに従って動いていった方がいいんじゃないかっていうアドバイスが出てきています。クロスのカードです。そして自分自身で背負っているものありますかっ
って出てきますね。何かを背負っている、それは過去のトラウマとか悩みとか、幼い頃から思い続けていることとか、あなたが今恐怖に感じていることですね。それらをもうここで軽くしませんかっていう風に入ってきています。軽くなるような出来事も訪れると思いますね。諦めかけていたことに光が差し込んでくるような、そんな流れもやってきます。そして体調が悪かったっていう方は整っていきますからね。で、順調に波に乗っていくので、心が整うと思考がクリアになって行動力っていうのも出てきますから、自分の心に従って行動できると思います。では、より魅力を開花していくためにっていうところで深くアドバイスをもらっていきます。はい、コミットメント。そしてこちらはラッキーカラーとしてお受け取りください。紫です。パープル。それは高貴であり神秘的。そしてね、これね、お休みのカードが入っているんです。ここですね、休息を取りましょうということで、まず一番最初にやるべきことは休息と浄化です。新月ニュームーンのカードも入っているので、今浄化が必要かなと出てきています。そして新月のタイミングを見てください。そして今これをリアルタイムでご覧になっている方は、4月の新月がもう間もなく迎えますね。4月9日なので、そうですね、この動画をどのタイミングで上げられるかにもよるんですが、多分新月の日当日にこの動画を上げる予定なので、まさに今日っていうことですよね。たった今ってことで、これが今あなたが休むタイミングとかリセットをかけるタイミングだよっていうことで、新月っていうのは新しい目標を立てる時とか、今までの自分を振り返って見直す時なんですね。これをもし今もう本当に今日新月だよっていうことになってしまうと思うので、新月過ぎてからでも構いません。もしくは5月の新月に合わせていくのもいいと思いますし、でもやっぱり早い方がいいんじゃないかなって思いますから、これを見たタイミングでもう浄化に入っていこうっていうようなお気持ちでいた方がいいかも。休息を取る、でデトックスして体の余分なものを排出していく、そのようなイメージで休みましょう。ゆっくり眠るとか、体の疲れを取る、半身浴をして癒していってください。浄化というのは汚れたものをきれいにするというようなイメージですね。身の回りのお掃除とか水回りの掃除だったり、自分の身のお清めとかね、心の見直しとか、そのような時に適していると言われています。お部屋の掃除が分かりやすいかもしれませんね。お部屋の整理整頓、そして自分の普段使っているスマートフォンのデトックス、整理整頓をすることで新しい風を取り入れていきましょう。手放すものを手放して整理して隙間を作って、この隙間に新しいポジティブな流れを呼び寄せていきましょう。そんなメッセージ、休んでねって、ゆっくり休んで浄化してくださいっていうカードが入っています。これがまず一番最初で、そして次にやることっていうのは目標を立てていきましょうっていうことです。自分が今何を目指しているのか、どこへ向かいたいのか、どうしたいのかっていう目標を明確に立てて、それに向かって進んでいくことです。はい、勢いはあまりつけなくても大丈夫。自分らしく進んでいきましょう。優しさを持って進んでいきましょう。そしてあとは一人で抱え込みすぎない。誰かに何かを任せる。自分の荷物を手放すとか、誰かに持ってもらうこともいいと思う。甘えるとかねっていうこともいいと思う。寂しいからって言ってね、誰かを頼りにしていくこともいいと思いますよ。そして目標を立てた後の3つ目、任せることとか目標を立てた後は約束っていうのをしていきましょう。コミットメントのカードが入っています。自分自身での決意や約束もそう。そして周りと何かを約束するっていうのもいいと思います。何かを約束するタイミングです。この3つが揃った後に、その後で改めて自分の価値を高めることにつながってるんだっていうことを実感するでしょう。ゆっくり休んで浄化する、目標を立てる、目標に向かって進んでいく、誰かに自分の負担を和らげてもらう、任せる、
甘えるっていうことをすると、自分の価値っていうのがもっとぐっと高まっていきます。それを感じることができるんです。もともと価値ある人ですからね、あなたは。存在感があって周りからも認められています。はい。でもあまり一人で抱え込みすぎないでねっていうのもありますから。そして紫のカードっていうのは神秘的、神秘さ、そして第7チャクラを表す紫色です。瞑想がおすすめでしょう。浄化、休息、瞑想、これらをやってみてください。紫色を取り入れて瞑想し、自分の直感に従って決めていきましょう。そしてお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきます。このカードは蜜のような女性性と自分を調和させていくカード。あなたの中の器、これをバランスを整えていく時です。はい、とても美しい心を持っていますから、心を大切にというメッセージとしてお受け取りください。そしてこのオラクルカードは植物のワードが描かれています。この2番をお選びいただいた方はバラです。はい、バラのメッセージは感情、バランス、サイクル、そして自分の内面、心の中というワードが入っています。自分の感情のバランスを整えること、そしてここにもありますよね、月のサイクルが描かれています。あなたの中のサイクルっていうのがあると思います。感情のサイクルだったりとか、体調のサイクルだったりするかも。自分の恐怖、不安が定期的に訪れるっていう方もいるかも。それを抱え込んで誰にも話せない。それらから抜け出していく。そろそろやってくるなと思ったら、それをチェックして対策を取っていくように今後していくとかできると思います。あと月の周期をチェックしましょう。ニュームーンのカードも入っているし、このオラクルカードにも月の周期を見るっていうメッセージが込められているので、今新月だけではなくて満月とか次の新月とか新月満月のタイミングで浄化していくっていうことが必要なのかもしれない。種まき、新たな目標を立てて設定して一つずつゆっくりとクリアしていく時です。またその他にはバラの花言葉には愛と美の意味があって、そして告白っていう意味もあります。あなたが愛を持って、そして美しい言葉を使って誰かに何かを告げる時がやってきてるのかもしれません。愛の告白だけではなくてね、家族に感謝の気持ちを告げることっていうことも当てはまりますし、周りの人に何か自分が感謝の気持ちで伝えることっていうのも含まれていると思いますから、今のあなたがワクワクすること、胸ときめくことが何なのかっていうこと、それに当てはめてください。恋愛好きな人だよっていう方は、好きな人に告白するタイミングがもうやってきてるのかもしれませんね。はい、ではこちらのメッセージをお受け取りください。周りの方々が感じるあなたの魅力っていうのは、たくさん悩んでいろんな生き方あるんだけれども、あなたが今まで選んできた道は間違っていないんだっていうことを周りの人がちゃんと見てるよっていうこと。そしてあなたは多くを語らなくても周りの人の気持ちを察することができる。相手の心を読んだり長所を見ることができる。だけれども本当は一人で抱え込みすぎているところもあるんじゃないか、そのように見られていました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、周りの方々が感じるあなたの素敵な魅力についてお伝えしていきます。よろしくお願いします。そして今回はたくさんのオラクルカードを使っていきますので、もうすでにオラクルカードは出しています。こちらが周りの方々が感じるあなたの魅力、そしてこちらがよりもっと魅力を開花していくために今あなたに届けるメッセージとして出しています。まずは周りの方々が感じる魅力っていうところからもらっていきましょう。個性のカード、そして雷のカードが入っているので、まず言えるのは強い個性の持ち主だっていうことですね。
すごく強烈なインパクトを与える方っていう風に見られています。目立つとか華やかとか、そういうことが入っていますね。頭の回転が速い、起点が利くとか、そういうのが入っています。そしてこの雷っていうのは神の鳴る声を聞くっていうことなので、あなたが直感に冴え渡っているというか、そうですね、目に見えないエネルギーをまとっているっていうことが周りの方々に伝わっています。そして変化に対応する力を持っている。そしてかなりね、目立つ方だと思うんですよ。いろんな形で現れてると思います。オーラがすごいとか、もう存在感が強く現れているとか、目立つ。あなたがファッショナブルで目立つ、華やかだっていう場合ももちろんありますし、なんか目を惹かれるんだっていうのが入ってくるんですよね。はい、そして一言一言に重みがあるっていうのも伝わってきます。そしてあと明るい、マイペースっていうのも入ってきます。自分のペースを大事にしている。決して焦ることなく物事に取り組んでいくとか、くじけない気持ちを持っている。そして自分自身のパワーを高めるだけではなくて、周りの人に自分のパワーを与えることができる方です。復活のカードも入っているので、なんかめげてしまったりとか立ち止まったりしても大丈夫だよって声をかけてくれる、その一言で救われたっていう方が多いんじゃないかなっていうふうに見ますね。リーダー的存在だっていう方もいると思います。センスのある方っていうのが入ってくるので、目に見えない力を持っているとか、色彩感覚が豊かだったり、音感があるとか、なんかね、五感に関わるようなことで飛び抜けてすごいって思われているところがありそうなんです。そして心がいつもオープンで穏やかであるっていうのがありますね。個性的なのと、そしてマイペース、つまり穏やかってことですね。自分のペースを乱さないっていうこと。そして見えない力や五感に鋭いっていうところが周りの方々が感じる魅力として入ってきています。では、こういうところから予知夢を見る方もいるのかもしれないですね。このカードの並びを見ていると、すごく思考がクリアなので、清らかなだけではなく、上品で華やかでってそれだけではなくて、目に見えないオーラをまとってるというか、そのようなものも感じます。光に包まれている。はい、では早速もらっていきましょう。まずルノルマンカードを使って今のあなたの今現在のコンディションというか状態っていうところを1枚テーマとなるカードをもらっていきます。そしてその後にこの、動画を見たタイミングからどんな風に今あなたが変わっていくのかなって、どんな風に変化していくのかなっていうところをタロットを使って出していきます。まずルノルマンで1枚もらっていきます。ガーデンのカードです。人脈が広がるとき、いいですね。なんか幸先の良いスタートっていうのを感じます。そしてあとはタロットカードを使って見ていきます。こちらのタロットカードを使って見ていきましょう。近未来のあなたの流れです。これからどんなことが訪れるのか、そして周りとうまく付き合っていくためのアドバイスっていうところももらっていきます。はい、では見ていきましょう。まず教皇のカード、助教皇のカード、精神性の高い方ですね。ラバーズのカード、とても高い変化、波が訪れています。ソードの7番、ワンドのクイーンですね。そしてワンドの10ですね。で最後1枚出していきます。ジャッジメントです。ではこの7枚で見ていきましょう。そうですね、まずこれから大きな流れっていうのがやってきます。
あなたはいつも周りの人に囲まれているし慕われているし、目立つ方なんですよね。あなたを頼りにしてくる方がいる。相談事を持ちかけられることが多いとか、話しかけられることが多いとか、人にモテるんですね。周りの人々に愛されています。そんな流れがずっと続いているので、中にはね、そのファンですみたいな形であなたを崇拝しているような、あなたを慕っている方がすごくたくさんいるようなイメージが入ってくるんです。リーダー的な立場な方もいるかもしれないし、そうですね、それほどひときわ目立つような存在だっていうことですね。これから調和に向かって波がちょうどうまくねバランスが取れていくようになっていきます。その時にあなたが今自分の中でテーマとして課題として感じていることが、バランスがうまく取れるかどうかってことなんです。忙しくなりそうなんですよね。これからもともと忙しいんですよ。人に囲まれているので、交流関係が広いとか、新しい人脈が次々やってきて人を紹介されるとか、人と人とつながっていくような、そんな役回りなのかもしれません。なんかいろんなところに出かけてご挨拶回りをしたりとか、営業されていたりとか、仕事柄もしくはもともとのあなたの持っているものとして必ず人っていうのが入ってきます。誰か人ですね。周りの人っていうのが大きく関わってきます。でそして忙しい中でもさらに忙しくなっていくから疲れちゃうんじゃないかっていうところですね。人疲れするんじゃないかなっていうところと、あと選びきれない、いろんなお誘いがあって何を優先していいのかわからないとか、わからなくなっちゃうような時が出てきそうだっていうのが今のあなたの不安です。どの方を優先していいんだろうとか、どのお付き合いとかどのお誘いを一番に考えたらいいんだろうとか、時間管理とかもそうかもしれないですね。いろんなところに顔を出していかなきゃいけないとか、誰かのために何かをしなきゃいけないっていうところがあって、自分時間が持てないとか、そういうところが出てきそう。でも周りにどんどん人が集まってくるので、例えばフォロワーがどんどん増えていくとか、すごく発信力があるのであなたの影響を受けて感化されてあなたについていきますって人がたくさん現れたりとかする可能性があるんです。人前に立ってお仕事されている方とか、独立して仕事会社を立ち上げてやっていきたいっていう方はすごくうってつけの機会だと思うんですけど、逆にその自分のやりたいこととか周りに求められている期待に応えすぎていて自分時間取れないとか、うまく時間配分ができなくなっちゃってどうしようってなる時があるんじゃないかっていう不安、もうすでに心身のバランスが崩れていたり限界を感じている方もいるかもしれないんですね。じゃあどうやって対策取っていけばいいのかなっていうところで、より良い結果を生み出していくために自分一人の力で解決しようとしないでくださいっていうのが対策のところに出てるんです。なんか一人で頑張りすぎちゃうんじゃないかなっていうのが出てるんですよね。このワンドの10もオーバーワークのカードです。自分一人でエネルギーを抱え込んでしまっている状態になりそう。それが不安っていうことで、もう実際それが訪れている方もいるかもしれない。でも周りの人があなたを慕ってるから、その周りの人たちの純粋な期待にやっぱり断れないからね、応えていきたいっていう気持ちもあるしっていうところで、どうしたもんかっていうところで、実は自分自身の中で悩み迷いとか抱えきれないわっていうふうに思っているところがあるんじゃないかっていうのが出てます。周りの人から寄せられる期待やあなたを見る、羨望の目というかね、あなたが憧れ的存在とか、あなただったらできるっていうふうに思われていたり信頼されている、それが余計にね自分の中にプレッシャーになってきているかもっていうのが入ってますね。じゃあどうすればいいのかっていうところで、周りとうまく付き合っていくためにっていうところでルノルマン1枚出した後に最初に出しているオラクルカードでアドバイスもらっていきましょう。頼られても嫌じゃないんじゃないんでしょうか。もともとの持ち味なので、頼られて喜びを見出すことができるし、自分の存在意義というか
周りから慕われることでなんかそれで安心するとかね、すごく嫌だとか鬱陶しいとか一人になりたいとかそういうのじゃなくて、周りとの調和も取っていきたいから、頼られることってすごく嬉しいし、何かを相談されて誰かの役に立つんだったらっていうことで、ずっとあなたはやり続けてきてるんですよ。1枚もらっていきましょう。家のカードです。うまく付き合っていくためにってことで、自分時間を取っていくこと、プライベートな時間ですよね。これ家っていうのは自分の落ち着く場所や時間帯とかね、空間っていうことを表しているので、おうち時間、つまりプライベートな時間、プライベートな自分ってことですよね。どこかその仕事で人前に立って頑張っていて、これからも夢目標に向かって頑張りたいんですっていう方は、まさに自分時間、ありのままの自分を大切にするっていうことが今周りとうまく付き合っていくためのポイントとして入っているし、仕事じゃなくてもともと人付き合いお友達たくさんいて、恋人もいるし友達とも遊びたいし家族とも出かけたいしっていろんなことやりたいっていう方もいると思うんですよね。これ見てるとそういう方は自分のリラックスできる方法を見つけてください。どこかで自分時間というか、周りももちろん大切ですよ。周りも大切にしていきながらも、自分自身ももっと大切にするとか、周りのためだけに全てを尽くしすぎないこと、時間を使いすぎずに自分の時間っていうのも持つこと、それは5分でも10分でもいいからゆっくりする時間を取るとか、今日一日は何もしないとかね、そんな日を作ってもいいかも。あえてね、そうした方がいいかもしれないっていうことです。そしてこの7枚目のカードがジャッジメント。ジャッジメントっていうのは再生復活とか、あなたにとってより良い結果をもたらしてくれるカードなんです。より良い結果をもたらすためには自分時間や休息、リラックスっていうのが必要だし、一人で何もかも抱え込みすぎないことっていうのが大切になってくるんじゃないかなとも思います。頼れる存在もいると思いますから、頼っていきましょう。ではこちらからアドバイスもらっていきましょう。よりあなたの魅力を開花していくためにっていうことで、まず支援のカードです。そしてダークグレー、濃い灰色、忍耐強く控えめ、はい、そしてコネクション、この4枚のアドバイスカードをもらっていきましょう。まずは人とのつながりですよね。周りとのつながりで喜びを見出していきましょう。友達に電話をするとか、連絡取る、 LINE するとか、メールするっていうこともおすすめです。あなたが今連絡取りたい相手に連絡するとか、今必要だと思っている、この人だと思っている人に連絡を取るっていうこともいいし、息抜きしたいから友達とゆっくり喋ってくつろいでカフェに行ってお茶してって、そういう時間も大切だよってことも教えてくれています。周りの人からもたらされる癒しっていうのもあるから、それも感じてねっていうことですね。周りとのつながりがあなたの喜びにつながっていきます。そして支援のカードも出ています。誰かを頼ることや逆に頼られること、支援することや支援されること、それを両方に許可を与えてください。どっちかだけではないです。あなたが支援するだけではなくて、あなたもサポートを受けましょう。心穏やかになれます。そして濃い灰色っていうのは忍耐強く控えめっていうのが出ていますね。ここは忍耐が必要だっていうことで、継続力や持続力に関わってくるかもしれない。抜きんでて素晴らしいところがあるんだけど、実はあなたは今手一杯で継続していくのが難しい状況にいるかもしれないなっていうのが感じられます。だからこそ自分時間やリラックスする時間を持っていく。そうするとよりね、継続する力っていうのも続いていくので、持続力がないわけじゃないんですよ。あるんですよ。パワーがすごくあるんです。でも今抱え込みすぎてるから、継続する力があっても継続させることが難しいって。だからね、自分の時間を持ったり誰かを頼ったりすることを支え合っていくことで、ゆっくりすることでね、より継続しやすくなっていきますっていうのが出てきていますね。そしてその他にももらっていきましょう。あなたの理想を
きっちりと明確にクリアに描いていきましょうっていうカードも出ています。瞑想っていうのもおすすめです。ヨガをしたり瞑想して目を閉じて、入浴してもいいです。目を閉じて、そして自分の理想を描いてください。実際に頭でイメージするだけじゃなくて、イメージした後に紙に絵とか文字でどんな自分になりたいのかっていう姿を描いたり、または表現することですね。文字に書く、絵を描く、あと動画を撮ったりとか、どんな自分になりたいのかっていうのを身振り手振りで表現したりとか、音を奏でたりとかしながら五感に関わることをやっていきましょう。五感を磨くことです。美味しいものを食べて栄養を取るとかでもいいですし、食生活を見直すっていうことでもいいです。五感を磨くこと、音楽を聴いてリラックスするとか、そういうことをしながら、自分のね、癒しにつながることをしてください。美しいものを見てリラックスできるっていう人もいますから、自分の好きなことをやりましょうっていうことですね。そしてつながりから得られるものっていうのがあなたの成長へとつながっていきます。周りとのつながりが自分自身の成長へとなっていく。だけどね、今時間に追われていたりとか抱え込みすぎているところがあるかなと思います。投げ出したい時もあると思う。時には投げ出して今日一日何もしたくないって思う時もあるけど、それもできないような状態。怠けることができない。だから怠けてねっていう風には入ってるんですよね。そのように捉えると逆にいいかも。いいのかなって、一日中何もしない、そんな日があってもいいのかなって思ってませんかって、大丈夫だよって、一日ぐらい何もしなくたって大丈夫なんだっていう風に実感できるかも。はい、投げ出したい気持ちもそのうち収まっていきます。しっかりと自分の時間を確保することで、このようなより魅力を開花していくためのアドバイスももらってきました。ただ全体的に言えるのは、人とのつながりをあなたがいかに大事にしているか、そしていかに周りから慕われているのか、そしてより魅力を開花していくためにも支援、サポート、そして周りとのつながりっていうのが強調されているので、周りから支援を受けられるし、あなたもするしね。すごく深いつながりっていうガーデンのカードも出てるから、人脈っていうところであなたはとても恵まれているっていうところがありますよ。そこは自信持ってください。周りの人に助けてもらっていることもたくさんある。そして逆にあなたが周りを救っていることもたくさんあるんだっていうことですね。ではお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。こちらはスピリチュアルな目覚めを表しています。あなたの気づきは無限大です。実はこのオラクルカードは植物が描かれているんです。このカードの植物はハスの花ですね。こちらのカードのメッセージは、それがですね、忍耐、そして精神面での高い場所を目指す、そして再生、そして安定っていうのを表してるんです。こちらのカードにもね、同じようなメッセージが入ってきていましたね。今あなたが気づいたこと、はっと気づいたこととか、何か気づきを得られたことは、これから可能性がどんどん広がっていくので、だから自分の理想を描いてくださいって、気づいたらどんな自分になりたいのかっていうことで、プラスプラスっていう風に色を足していってください。そしてこのハスの花言葉は、清らかな心、神聖、そして休養です。休むっていうのが花言葉で入ってるんです。あとは幸運を呼ぶっていうのも入ってるんです。休むこと、浄化することによって幸運を運んでくる。そんな風にメッセージが伝わってきます。浄化は水や光を使った浄化がおすすめです。例えば月光浴や日光浴、そしてライトやキャンドルを使った浄化、または水を使うってことなので、半身浴や身のお清め、手をよく洗うことやうがいをすること、水を飲むことっていうのも浄化へつながっていきます。この浄化方法もぜひやってみてください。そしてこのダークグレーはラッキーカラーとして取り入れてくださいね。濃いめのグレーですね。
今回は周囲の方々が感じるあなたの素敵な魅力についてもらっていっています。そしてどうすればより周りとうまく付き合っていけるのかとか、もっとより自分の魅力を開花していくための方法ももらってきました。とにかくね、強い個性、そして周りとのつながりっていうのがどこのカードでもね出てきていましたので、これから先よりあなたが豊かな人生を描いていくために、周りの人のサポートっていうのが必ず出てきます。あなたが困っている時こそ、おのずと不思議なことにね、ご縁があるのかな、周りの人から強力なサポートを得られるんだと思います。それぐらいね、神の声を聞く力を持っている方なので、自分のこの直感力とか見えないエネルギーっていうところを信じて、これからもより豊かな方向へ進んでいかれるように応援しています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。周りの方々が感じるあなたの素敵な魅力についてお伝えしていきました。ぜひメッセージをお受け取りください。そして今回はラッキーカラーも出していますので、ぜひそのカラーを取り入れてこの春過ごされてくださいね。ではこれからプチ3択占いを行っていきます。今自分が意識するとよりもっとね豊かになる方法ということで、こちらのエンゲージメントカードからもらっていきます。今回も3択なので、お好きなものを直感で1枚お選びください。今回のオラクルカードはカードに植物が描かれています。実はこのオラクルカード、植物だけではなくて動物が描かれているカードもあるんですが、主に植物です。1番の方はペンタスという植物、2番の方はバラです。3番はハスの花ですね。それぞれの花言葉もご紹介していますので、その花言葉もぜひメッセージとしてお受け取りください。ではここから3枚もらっていきます。はい、こちら3枚もらっていきました。お好きなもの1枚お選びください。では早速見ていきましょう。今回は真ん中の方から見ていきます。真ん中をお選びいただいた方です。協力、周りと協力していきましょう。いいですね。で、3つの手があるので、2つの手だけではないから、複数人の可能性がありますね。チームとか仲間とかね、複数人の友達とか、みんなで協力して何かを成し遂げるっていうのが今あなたが意識を向けるところですね。意識するとより豊かになっていくっていうメッセージです。みんなで力を合わせる、家族、友達、仲間、会社っていうところでチームワークを大切にしていきましょう。そして左をお選びいただいた方見ていきましょう。左の方は根気、忍耐力です。粘り強く取り組んでいきましょう。今目標に向かってずっとね継続して取り組んでいく時です。でも坂道だけど大丈夫。あなたはロープを持って登りやすくなっています。だからサポートがあるんですね。きっと便利な道具とか友達から差し伸べられているロープかもしれないし、それを使って登っていく、登りやすいと思います。割とねこのロープを使わないよりは使った方が登りやすい。だけど登り続けるってことには変わりがないので、ここは根気強く取り組んでいきましょう。そして右をお選びいただいた方です。勝利、素晴らしいですね。今あなたが勝利を手にする時です。一つ大きな結果が出るとか、あなたが頑張っていたことが達成を迎えて喜びを味わうことができるとか、やったぞっていうところが出てきているので、今このあなたが掴み取ったものっていうのを味わってください。自分がこんだけ頑張って掴み取ったんだっていうことでね、一つ何か結果が、嬉しい結果が出るでしょう。
はい、勝利のカードが出てきました。しっかりと掴み取ってください。そして勝利するためにあなたは向かっていってくださいっていうメッセージも込められています。しっかりゲットしましょう。はい、ということで今回はこちらの3枚のカードをメッセージとしてもらっていきました。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。